このごついポーズがこう似合うっていう。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいね。ゴルドメカニッカーのワイルド状態になります。かっこいいバシッとね、ポーズが決まるというね。ライトニングジャングルとゴルドメカニッカーの余剰なし合体。すごっ。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。仮面ライダーガッチャードより装着変身仮面ライダーガッチャード2ゴルドメカニッカー&ライトニングジャンゴーです。それでは見ていきましょうということで来ました。この装着変身のこの1がね、はい、前発売されましたけどそれの2ですね。いやで今回結構もういろいろ違うらしいのでね、もうめちゃくちゃ楽しみにしておりました。はい、中身開けていきましょう。いや大きいね、全部のパーツがちょっと。はい、じゃあ一回これ開けてみましょうか。はい、うわー、待って、ゴルドダッシュめっちゃ大きい。はい、うわ素体もごつじゃあ取り出していきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。ガッチャードの素体とライトニングジャングルとゴルドダッシュとメカニッカニと武器のガッチャートルネードとあと交換用手首4つっていう感じですね。はい、それでは見ていきましょう。まずこの素体だよね。ちょっとめちゃくちゃ太くなってるんですけれども、この元のというか装着変身1の方の素体と比べるとこんな感じになってます。だいぶマッシブになってますね。はい、細さが全然違う。はい、こんな感じになっております。ですよ。ちょっとこのね見ていきましょう。ライトニングジャングルです。はい、こんな感じになっております。いやこれもなんか面白いデザインしてますよね。このジャングルの密林感をこのねケーブルで表してるっていうねがめちゃくちゃ面白いですよね。はい、そして注目すべきはこちらですよ。ゴルドダッシュとこのメカニッカになんとこれワイルド形態じゃなくてちゃんとケミーの状態、分かれてる状態で出してくれてるっていうのが最高に嬉しいです。はい、これね、このゴルドダッシュのケミー状態とこのメカニッカニのこのケミーの状態で出してくれてるっていう素晴らしいね。だって普通のさ、ほらこういうアントレスラーとか、はい、このアッパレ武士道アッパレスケボーかとかはもうワイルド形態なわけよ。スチームホッパーとかなので初ケミー状態でこう出してくれてるっていうね、これがめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、でちょっとこれちょっとね外れやすいんですよ。このメカニッカニのこのヘルメットがねこうくっつけて、はい、でちょっとやるとこう外れちゃうんで、はい、これがねちょっと難しいんで、はい、っていう感じであと一応ライトニングジャングルも見ましょうか。はい、ジャングルジャンとライデンジですね。この2つのガッチャンコによってこの、ライトニングジャングルになるっていう感じです。はい、じゃあ早速って思ったんですけれども、まずはこれね、この1のこのガッチャードをこのゴルドダッシュに乗せることができるそうなので、ちょっと乗せていこうか。で乗せる前にまずはちょっとこのスチームホッパーとね合体させていこうかなと思います。これは前回のね動画でやったんですけれども、一応ねこの1と2でどのくらい変わってるのかってとこも見てほしいので、結構ねポロリはするんだよねこの装着変身シリーズは。はい、なんですけれどもこのガッチャードに装着した状態ではポロリなくなるので、そういうことなのかなと。こっちがね装着してればもう問題ないよって感じなんで、そこはしょうがないでしょう。はい、このようにくっつけていくと。でベルトもつけて、で胸も装着して、で腕パーツも、で反対側も取り付けましょうと。でそしたら後ろにマントを取り付けてあげて、
でヘルメットですねをかぶせてあげれば、はい、これでスチームホッパーになります。でここ開くね。はい、ということでこのスチームホッパーにこちらガッチャートルネードをね持たせてあげましょう。はい、ちゃんと持てる手首にしてるので、うわ、結構やっぱ大きいですね。めちゃくちゃ迫力が出ると。そしてこのゴルドダッシュに乗せると、はい、こんな感じでねポーズを決めることができます。いや、めちゃくちゃかっこいいね。やっぱりバイクがあると仮面ライダー映えますからね。はい。いや、でしかも今回のこのゴルドダッシュがちゃんとこう合体するっていうのが嬉しいよね。このガッチャードに。なんか最近この仮面ライダーってこのなんかデバイスからバイクに変形するの多かったじゃないですか。なのでこういうバイクがもう合体してくるのめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。じゃあ、はい、こちらね。はい、これに合体させていきましょう。まずは、こちら、ライデンジ。じゃない、ライトニングジャングルね。はい、と合体させていきたいと思います。これね、ちょっと一個ずつ紐解いていきましょうか。はい、まずは肩。これ肩、ここにはめ込むんですけど、カチってなるんですよね。しっかりと。はい、カチってはめ込みます。反対側も。はい、こんな感じではめ込むと。じゃあ次は胸いきましょう。胸パーツを、はい、取り付けると。そしてベルトを取り付けます。これちゃんとライトニングジャングルのね、この顔になってます。これね、これになってます。はい。で、次は一旦ヘルメット取り外して、これね、これも取り外しましょう。これが、はい、腕になります。ということで、ここに、はい、差し込むと。はい、反対側もここに差し込みましょうと。はい。で、そしたら、はい、ここ半分に割って、これ結構ね、こう、パカパカするんで、気をつけつつ上から、この足の裏に2つ穴があるので、それをはめ込むっていう感じですね。反対側も上からこうやってはめ込んであげます。そして最後にメットパーツをセットしてこの真ん中開けば、これで仮面ライダーガッチャードライトニングジャングルになります。いや、めちゃくちゃにかっこいいですよね。いや、っていうか大きい、すごく。このスチームホッパーとさっきのスチームホッパーと比べるとこんな感じになってます。ほら、このやっぱ下駄もあるからさ、その分こう大きくなってるし、これ横にもね大きいですもんね。はい、素晴らしいテスト。これ若干さ、このヘルメットがさ、なんかちゃんとこう定位置にするのがちょっと難しいんですよ。はいね。なんですけれども、いや、めちゃくちゃかっこいい。塗装もさ、めちゃくちゃ細かいですよね。このゴールド、オレンジで、このメタリックパープル、薄めのこのパステルメタリックパープルみたいなのとかもすごい綺麗に拡張されてるっていうね、嬉しいですね。はい、こんな感じになってます。もちろんこの状態でも、はい、このように、いや、これすごいのがさ、この太もも回ったりするからね。めちゃくちゃ、だから可動が、ほら、この二の腕も回転あるしさ、すごいんだよ。あと体も回るし、めちゃくちゃポーズが取れると。はい。で、ここさ、この膝パーツもこう固定されてるから足動かしたのにこうついてこないけど、そういうところはね、しょうがないですよね。はい。こんな感じで、もう好きなようにこう、ポーズを取れてしまう。いや、めちゃくちゃかっこいい、ほら。いや、最高だよね。いや、ごついしね、このごついポーズがこう似合うっていう。はい。めちゃくちゃかっこいいですと。それでは次はこのゴルドダッシュと、このメカニッカにですね、の合体やっていくんですけど、まずはワイルド状態にしていきたいと思います。てか、これってさ、乗れるのか？乗れるんだね、普通に。はい。ということで、この状態でも乗れそうですね。じゃあ合体させていきましょう。まずはメカニッカにはこう開く。ほら。結構ちょっとしたテンションがかかると外れてしまうんで、一旦ちょっと外しておこう。はい。で、次。ゴルドダッシュは、ここを前に持っ
ってきてあげて、あ、そう、ここの可動がね、あるの面白いですよね。この車庫みたいな、こういう動きができるっていう。はい。そしたら、このタイヤを外してあげて、で、これ回転させますと。で、ここ、後ろの部分が半分に割れるので、はい、割ってあげて、なんかゴールドダッシュ甲殻類に見えてくるよね。なんか不思議と。ね。で、ここもちょっとこう移動させてあげて、で、この後ろからこのタイヤを取り付ける。はい、こんな感じで。ここにタイヤを取り付けてあげます。なんかカニみたいだよね、本当に。ほら。で、このメカニカニを、ここのハンドルの上に突起があるので、この穴を利用して、ここに取り付けてあげます。はい。こっちもですね、ギュッとね、はい、取り付けてあげまして、で、この取れてた、このヘルメットをね、うまいこと取り付けてあげれば、はい。これで、ゴルドメカニッカーのワイルド状態になります。いや、面白いよね。ほら、こんな感じで、ほんと大きいカニになったみたいな感じになってますね。メカニッカーにこう上にくっついてるだけだけど。はい。いや、これも面白い。ここのゴールドダッシュのここパカって割れるとことかね。はい。結構稼働が多いんだよね、ゴールドダッシュ。はい。まあ、っていうね、のがワイルド状態でした。じゃあちょっと合体させていきましょう。まずは、このメカニッカに外してあげて、この胸の部分に取り付けます。はい。こんな感じで。で、そしたら次は、このゴールドダッシュなんですけれども、外します。はい。こうやって外してあげて、で、こう上にこうね、ちょっと斜めにこう持ってってあげて、これを前にね、はい、持っていきます。こんな感じで。で、そしたら、こういう向きでね、はい、くっつくので、で、この腕の部分上にやってあげて、ちょっと一旦まあこのぐらいの位置にね、置いておきましょうか。はい。このぐらいの位置に置いておいて、で、ここパカッと開くと、はい、こんな感じになります。で、これを背中、ここですね。この軸を、ここに、はい、くっつけます。いや、これ結構ね、この、ポロリがね、多いので、気をつけましょう。で、これね、斜めに、一応ボールジョイントだから斜めに行くんですけど、これ斜めにしすぎると、このぐらいがいいんですけど、これやりすぎると取れるんで、まあ、取れてもちゃんとつけられるんですけれども、はい、ちょっとそこのバランス考えてね、動かしていきましょう。こっち側もちょっとうまいことこう前に持ってってあげて、はい。で、こうくっつけて、はい、このタイヤですね。これをこの腕の横、四角いところに差し込んであげますと。反対側も、はい、こうやって取り付けてあげます。で、最後にヘルメットをかぶせてあげて、ここの胸の部分開いてあげれば、はい、これで仮面ライダーガッチャードゴールドメカニッカーになります。いや、めちゃくちゃかっこいい。かっこよすぎるというか、もうごついよね、本当にこの背中から前にかけて、しかもこの両腕にタイヤだからね。これもね、めちゃくちゃ好きですね、個人的には。はい。このごつさ。いや、で、シンプルにこのヘルメットと形とかさ、色合いとかめちゃくちゃかっこいいからね。はい。素晴らしい。いや、このカニのこの開きをさ、このスカートにしてるところとかおもろいよね。で、この、見て、ゴルドダッシュのここ開いたことによって、後ろに支えができて、3点で、この重い背中を支えられるっていう、この構造もね、めちゃくちゃ素晴らしいと。最高ですよ。はい。いや、っていうか、後ろからさ、こんな3本もさ、なんかこう、飛び出てるっていうのがさ、いいよね。はい。あ、で、これ、シールです。このダッシュってやつはね。はい。ここ、ね、ベルトとかこの部分とかもシールになってます。それ以外は塗装ですね。これ、可動としては、一応スカート若干前に行かないか。まあ、そんなに可動はないですけど、これはね、結構立たせてるだけでかっこいいタイプなんで、
はい、こうやってシンプルにねこう立たせてるだけでも最高にかっこいいバシッとねポーズが決まるというね、はい、最高です。それで今回気になったのがこの装着変身1の時にあったオリジナル合体ができるのかどうかっていうのがね今回すごい気になっていたのでやってみたいと思います。まずはこのヘルメットですね。これがくっつくのかどうか。あれなんかなんかはまらないんだこれ。頭同じなんかあるわ。違う造形がツルツルじゃないんだ。だからか。こっちはいける。こっちはいけるね。なるほど。そっか。やっぱなんかこのデカボディにはデカボディに専用のあれがあるんだね。これもね形違うね。これ縦だけどこっち横だもんね。ベルトはさすがにベルトの形状は似てると思うんだけど、はい。ベルトはつけられる。なるほどね。はい。でこことかも完全にこれ縦長だし合うところないし、足もねこれ細いのでここもなんか全然違うからね。なのでちょっと合わなそうだね。これも違うし、背中にもこのゴルドダッシュつけられそうなジョイントもないし、そっか。これはそっか、つけられないやつだ。なるほどね。なんかこの1と2を買えばその2つでいろいろできるかと思ってたら、そもそも素体が違うからね。細い素体と太い素体ってことで、もし今後この太い素体が増えればその太いやつ同士でね合体とかできるかもしれないけど、はい。っていう感じか。今後だからあれかな、ナンバー10の装着変身とか出てきた時にまたどうなるかですよね。ナンバー10のやつが出るか分かんないけど、騒動ではもう確か発表されてましたよね。だからそれがどうなるかって感じかな。じゃあちょっとこのライトニングジャンゴーとさ、このゴルドメカニッカーがさできんのか、ゴルドライトニングジャンゴーメカニッカーがさできるのかどうかちょっとやってみましょうよね。はい。ちょっとこれどこまでいけるのかってところをさちょっと見たいですよね。この可能性。まず足だよね。足はいけるよね。これ足開いてるもんね。ガラ空きだもんね足。はい。まずは足にジャングルをくっつけていくといいね。はい。そして腕はこれ下駄になったおかげで後ろに傾くようになってしまった。なるほどね。そういう弊害もあると。腕はちょっとこっちにしよう。ジャングル仕様にしよう。でちょっとジャングル取り付けてあげて、そして次だよね。はい。胸はさすがにパーツ的にこっちの方が大きいからこっちにしようか。待って、金とさ銀でさめちゃくちゃかっこいいぞこれ。はい。ゴルドダッシュの腕をちょっと後ろにどかしてあげて、はい。でこれもちょっと畳むか。一旦畳んで、いやこの胸外してここに取り付けるか。こうやって取り付けてあげて、ギリ届いてないなこれ。ギリちょっと届いてないけど、まあいいでしょう。で胸が開いたのでこのライトニングジャングルの胸を取り付けられると。で肩も開いたのでここにこのライトニングジャングルの肩を取り付けられると。はい。で取り付けてあげて、で頭はこれか。でこっちはだってこっちにねつけられるもんね。はい。ちょっと余剰なしをできそうな気がする。なんかちょっと後ろに寄ってるけど支えられている。でこれをこのバイクがいけるもしかしてここに差し込めばいけるのでは。はい。差し込んであげて、こっちのね部分上の方はもう閉じちゃってるから、これ開くとまたいろいろ肩に干渉しそうだから無理だよな。ちょっと一旦開くか。一
旦開くのいけなくもないか。まあいけなくはないな。開いてもいけるか。いけましたね。ライトニングジャングルとゴールドメカニッカーの余剰なし合体。すごっ。もう金と銀でしかもごついから、だいぶゴージャスになってますね。はい。ちょっと普通のこのスチームホッパーと並べるともう、全然大きさが違う。ほら、厚みも増していると。背中につけてるだけだけど、まあ余剰なしができるっていうね。おもろ。でもこういう遊び方もできますからね。装着変身は素晴らしい。ということで今回の装着変身2のレビューいかがだったでしょうか。やっぱりこの装着変身1とはまた違った合体のさせ方とか、この素体の使い方っていうのをしていて、それが面白いですね。で、あとやっぱ塗装がすごい豪華なんだよね。なので、この1個買っただけでももちろん楽しめるんですけど、1も持っているとやっぱゴールドダッシュにね、このスチームホッパー載せたりもできるんで、そういう遊び方、連動性もあってすごいいいなと思いました。ということで、これ次もね、3もね、もし出たら絶対買うなと思うので、皆さんもね、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、X や TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。